はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、海中の狂気、シカクティヌスの簡易トラップのご紹介です。先日、モッド生物から2匹実装されました1匹、海中生物のシカクティヌスなんですが、集団バフと血の狂気バフ、そして大きい生物に関しては、出血デバフを与えることができる優秀な生物となっておりまして、かなり攻撃的な生物となっております。泳ぐスピードも速いですし、地上に出ることができまして、陸上を横断してショートカットをすることも可能な少し特殊な海洋生物となっております。敵にすると厄介なんですが、味方にするとかなり優秀な生物となりますので、ゲームしてみてはいかがでしょうか。今回2タイプトラップご用意させていただいているんですが、誘導する生物によって変わってきますので、手持ちのペットに合わせてご利用いただければと思います。最後にちょっと裏技というか小技のようなものもご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではまず、バージョン1のご紹介。必要素材はこちら。柱が3つ、天井が1つ、ウォーター天井が1つ、壁が3つ。かなりローコストなものになっているんですが、このトラップに関しては、マンタで誘導する必要がありますので、マンタお持ちの方は、こちらのローコストで利用することが可能です。では、作っていきますね。まず柱を通常の高さで1本、そしてその上に1本、間に横向けて1本、次に天井をここに貼ります。そしてクォーターの天井を手前側に貼ります。最後に壁をまず柱のところに1つ、そしてクォーター壁の方はこのようにずらしておきます。そして、この最初に置いた壁の横に関しては、回転扉、秘密の出入り口の方を貼ります。トラップに関しては以上です。誘導していって、回転扉を開けるというものになります。では、実際やっていきますね。シカクティヌスですね。泳ぐのが早いので、サバイバーで誘導は難しいです。泳ぎの速い小さい生物で誘導をしていくということになりまして、今回この簡易トラップはマンタでの誘導のみになってきます。あとはちょっと抜けれないので、実際誘導していきますね。このまま入っていただくと、マンタは抜けれるんですが、シカクティヌスは抜けれません。この状態で泳いでいきまして、ここを開けます。これでもう抜けることはできません。噴水は後ほどご紹介しますね。続いてバージョン2となります。こちらは安定的に捉えることもできますし、アンコを組んでも誘導が可能になっております。初心者向けにもなっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。必要素材はこちら。柱が2本、天井が3つ、クォーター天井が1つ、壁が4つ。こちらも割とローコストで作ることができます。では実際作っていきますね。まずは柱を通常の高さで置きます。その上にもう1本。次に天井を柱に合わせて角に置きます。そして向かって右側に1つ。手前に1つ。手前に置いた天井にクォーターの天井を置きます。そして壁を向かって右側の外側に1つ。正面に1つ。左側にも手前側に1つ。最後に回転壁、秘密の出入り口を置きます。今回は向かって右側にクォーター天井がつくように置きます。形としては以上です。こんな感じですね。
では実際にアンコを組んで誘導していきます。アンコを組んでもダッシュすれば引き離すことはできますので、このまま誘導していきますね。こう抜けていただきます。これではまりますので、あとはこのままこう開けるだけでできます。今回ですね、L 字になっているので、壁開けるときも少し手間取ったとしても、引っかかって抜けることもないので、落ち着いて壁を開けていただければと思います。それでここも抜けれませんので、1マスは抜けれなくなってまして、この状態で抜けることができません。続いて、テイムについて。テイム方法は昏睡テイムになります。昏睡方法は水中になりますので、こちらのクロスボウ、もしくはハープンランチャーということになります。ただし、気絶値が割と高い生物になりますので、クロスボウの場合、気絶値と体力のバランス的に倒してしまう可能性がありますので、極力、アンコウと同じくハープンランチャーと麻酔モリ、こちらでされることをお勧めはします。ただし、ライブでやった通り、クロスボウ原子のものでも比較的テイムできたりもしますので、体力次第にはなるんですが、クロスボウでもできなくはないです。ただし、凶暴性がありますので、かなり戦闘して体力が減っている可能性もあります。なので、極力ハープンランチャーと麻酔モリで準備していただければと思います。必要な餌はご覧の通り、キブル、油、もしくは通常の肉食になります。あとはこちらを打ち込んでいくということになります。結構ハープンランチャーと麻酔モリに関してはですね、重いものとなっておりますので、少し準備が必要になってきます。早めにテイムしたい場合は、クロスボウを準備して、極力レベルが高い個体などを狙っていくと、撃つ間隔を空けて打ち込んでいただければ、テイムできるかもしれません。割とできそうではあるんですけども、麻酔モリの方が安定するかと思います。あとは、間で近くの生物の死体を持ってきて食べさせれば回復するということもできますので、ショートフェイスベアのテイムのようにですね、間で回復を入れるというのも一つの手段ではあります。はい、出ました。一応原子のハープンランチャーだと2つ用意した方が良さそうですね。それであとはキブルを入れるということになります。ハープンランチャーだとだいたい半分ぐらい体力がおりますね。では最後に小技のようなものになるんですが、これは水生生物全般に言えるところなんですが、通常水中の場合、麻酔打てるのがクロスボウの麻酔矢、もしくはハープンランチャーの麻酔モリということになるんですが、このライフルとかに関しては強力麻酔弾とかも打ち込めるんですが、水中で使うことができません。打薬の装填はできるんですが、打ち込むことができません。ただしですね、持ってる方限定にはなるんですが、真空室手に入れていただいて作っていただくと、このように水中でもですね、打ち込むことができます。これであれば、特別気にせずに打ち込んでいくことができますので、お持ちの場合は、この手段を取っていただくということもできます。トースターをして作っていただく必要もあるので、大変な部分ではあるんですが、手に入れると水中生物の昏睡テイムが非常に楽になります。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、シパクティヌスの簡易トラップのご紹介でした。能力についてはまた別途徹底解説お送りしようかと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。もう一匹、テラトサウルスに関してもトラップや能力解説お送りしようかとも思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。2つのトラップ、アンコは割と真珠取るためにお持ちの方多いかと思いますので、後の方が使いやすいかもしれません。では本日は以上となります。
アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord など、アークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。